セレクトショップ天の弱のバイヤーの大津と申します。天の弱は国内外のブランドをラインナップしていて、カテゴリーにとらわれずにガラパゴス的にセレクトをしているのが特徴になっています。1店舗目が北千住店なんですけど、北千住店がオープンしてからは丸3年が経っています。で、千駄木店に関しては昨年オープンしたばかりなんですが、今ちょうど1年が経ったばかりになってます。1号店に関しては当時3年前ぐらいなんですが、僕らが行きたいと思えるセレクトショップがどんどん少なくなっているのを感じて、それならば自分たちでお店を立ち上げようというのがきっかけになっています。2店舗目に関しては北千住店が2年を経過してかなりのセレクト数も増えてきましたし、さらなるアプローチを目指して千駄木店をオープンいたしました。北千住はもともとやっぱり東東京にセレクトショップが全然ないっていうので、ブルーオーシャン的な意味を込めてもちょっと注目をしてたんですが、やはり駅の数も多いというのと人の往来が多いというので、ファッションに向いた地だと思い、北千住にオープンいたしました。で、北千住もやっぱり下町情緒あふれる町なんですが、千駄木も同じくかなり下町感のあるお町なんですが、なかなか飲食は発展はしているんですけど、セレクトショップだったりとか洋服屋があるイメージがあまりなかったので、新しい洋服のアプローチとしてここら辺を選んできました。一番最初に名前何にするってなった時に、パッとディレクターが天の弱でどうっていうので、今まで自分たちのスタイルといったらあれですけど、服に対する考え方みたいなのがちょっと天の弱らしかったので、ぴったりかなと思って店名にしました。セレクトのコンセプトとしては、ブランドにカラーがちゃんとあるもの、ブランドの特徴があるものっていうのをセレクトしてまして、ブランドごとにまとめてラックに置いています。もともとデザイナーズ家具が僕らも好きで、デザイナー家具を探している中で、イギリスのデザイナーズ家具なんですけど、トム・ディクソンっていうブランドに出会いまして、その照明だったりとか椅子を使用してますね。こちらは牛島大輔さんっていう方で、東京でアート活動されている方なんですけど、もともとの知り合いでして、特別に千駄木店に合わせた絵を提供いただいてますね。絵だったりとか重機もそうなんですけど、やっぱりセレクトしているブランドがかなりアッパーなものが多いので、そのブランドに恥じない重機っていうのを基本的に置くようにしてます。まず入り口の方に関しては白を基調にして入りやすいムードっていうのを意識してまして、千駄木店をオープンする時に長谷川隆さんっていう建築士の方を今回入れてまして、奥に関してはその設計士さんの意向で鉄をモチーフにしたアルチザンな雰囲気にしていて、第3の部屋に関してはより茶色を基調にしてるんですけど、温かみのある部屋にしてるんで、ちょっとそれぞれ部屋をまたぐことによって雰囲気を変えてるっていう変えて意識してます。あれも同じくトム・ディクソンの重機になってますね。やっぱり置いてある商材だったりとか入荷してきたアイテムの色によって光の当て方とかも注意しているので、そこはそうですね、頻度高く変更はしてますね。北千住店に関してはメゾンマルジェラだったりマルニっていうブランドで、最近でいうとソング・フォー・ザ・ミュートっていう国内でもかなり取り扱い店が少ないブランドがメインになってますね。で、千駄木店に関しては JW アンダーソンであったりとか、またレディースのプラン C っていうブランドだったり MM6 っていうのも幅広く置いてます。セーターに関してはハイゲージのものはハンガーにかけてても伸びにくいんですけど、ローゲージのものに関しては重みがあるとかなり肩だったりとかシルエットが伸びやすかったりもするので、平置きを中心に置いています。この盆栽に関してもうちが育ててる盆栽で、購入した盆栽になってます。22SS からはリック・オーエンスだったりとか VTMNTS っていうベトモンが新しく出す新ラインが入ってくる予定ですね。で、その他にもレディースのブランドだったりアクセサリーのブランドも多く入ってくる予定になってます。天の弱の強みでいうとやはり接客なのかなと思いますね。
セレクトしているブランドっていう部分でもかなり特徴もあるのかもしれませんが、やはりそのブランド一つ一つに対しての知識だったりとか接客に対する意識っていうのはかなり注意をして接客をしているので、そこがうちの強みの一つなのかなと思ってます。やはりブランドのデザイナーさんの思いを届けるっていうのが一番なんですけど、届ける上で自分たちがしっかり咀嚼をして相手に届けるっていうのが大事だと思うので、入荷時点の資料だったりとか、自分たちが実際着用してみた感覚だったりっていうのを共有し合って、それをお客様に伝えるということを基本的にやってます。もともと学生時代にアパレルでアルバイトをしてまして、その関係で洋服屋に働きたいなっていうのがきっかけですかね。各ブランド僕らが直接バイングに行っていて、やはりその中で真剣にセレクトしてるんですけど、そのアイテムが売れる時っていうのが一番嬉しいなって思います。服に対して熱量のある方々が天の弱に集まるっていうことはすごくお店を出してよかったなっていう点の一つかなと思います。休日は基本的に洋服のことを調べることが多かったりとか、あとは時間があれば映画を見たりっていうことがほとんどですね。最近見た映画だとそれこそマルジェラの映画を見に行ってたのが直近だとあります。ここら辺だと谷中銀座商店街っていう商店街が結構有名なんですけど、ここに食べ歩きできるようなお店がたくさんあるので、そのストリートがおすすめなのと、あと近くにイグニスっていうコーヒーの専門店があるんですけど、そこのコーヒーがすごく美味しいのでおすすめです。ちょっと厳しい言い方になってしまうんですけど、あまりおすすめはしないですね。ただやっぱりこれ以外考えられないっていう方はお店を出した方がいいと思います。やっぱり経営の部分とセレクトの部分っていうのはただ服が好きなだけじゃもちろんできないですし、逆に運営能力があっても服に対する思いがなければそれは人に伝わっていかないので、そこの両軸で考えて、なかなか厳しいものはあるのかなと思います。セレクトしているブランドの、幅の広さっていうのも面白い点だとは思うんですけど、僕らの一番の強みは接客だったりとか、実際に会話を通して服の魅力を伝えるっていう部分は強みだと思っているので、ぜひ一度足を運んでいただけたら嬉しいと思います。